どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。科学のテストで先生に向かってごめんなさいわかりませんってガチで書いたことある妻さやです。そんなやつが来ちゃいけないのよここ見たことあるでしょみんなこの背景。今日私がどれだけ恥を忍んでこのことを言ったかということで本日スペシャルゲストにお越しいただいております。どうぞ。はい、市岡元気です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、ようこそラボにお越しいただきました。すごい、もういつも動画で見てる背景がありがとうございます。すごい、もうソファーでもファーって広がった。もう入った瞬間いつものとこだっていう感動が。本当ですか。ありがとうございます。ありがとう。ようこそうちのラボへ。ありがとうございます。あいつらがすいません、なんか普段絵ばっか描いてる科学とは無縁の人間なんですけども、はい。僕はすっごいアート大好きで、小学校高学年は理科と美術が一番大好きで、そうなんですか。小学校6年生の時はなんかイラストレーターになろうと思って毎日絵描いてたり、高校生の頃は美術部の副部長をやってこう大きなキャンパスに油絵描いてました。めちゃくちゃ絵描いてるじゃないですか。そう、めっちゃ好きなんですよ。しかもサイエンスとアートコラボしたらすごいの生まれそうじゃないですか。いや、もう本当にそれで、実は今回元気さんの方からご連絡いただいて、今回ご報告させていただいたんですけど、もともと僕たちめっちゃ元気さんと実験したくて。そうだったんですか。そうなんですよ。まだ全然お話もしたことないのに、元気さんとこんなことができたらいいなって定めてたんですよ。そうだった。なんかこういうのやりたいけど、でも自分たちの知識じゃできんなみたいなのがあって、ここなら世界中の実験何でもできます。すごい。ありがとうございます。この人の夢だから。何でも言ってください。ということで、本日今回やっていく企画はこちら。ついに血液で絵を描きます。血液で絵を描く。マジでこれが、これで書いてくれっていうリクエスト最多かつこれだけはやらないでくれも最多。もうどっちももうちょうどぶつかり合ってる。視聴者が望むがしかし望まないっていう、なんか何とも言えない。そういうことですね。夏目さんちってお絵描きチャンネルではあるんですけど、変な画材使って描いたり、例えばなんか木を焼いて絵を描いたりとか、コーヒーで描いたりとか、確かにいろんなのをやってる。リステリンとかなんかいろいろ実験アートチャンネル。お絵描きそうなんですよ。ある意味なんかこの科学じゃないこっちはお絵描きで実験チャンネル。雑実験チャンネル。確かに。ですけど、そんなことばっかりやってたら視聴者の方から血液で絵描くとかそのうちやりそうみたいな。そんなこといただいて、でも本当に夏目さんって心配になるから血液だけではやらないでほしい。どっちの気持ちもあるから。どっちもある。そう。だから今回元気さんだったら血液作るんじゃないかな。血液。そういうことですね。誰も傷つけずに血液を生成できるのではっていうちょっと無茶なお願いだったんですけど。そういうことですね。さっき聞いてちょっと注射器どこにあるかなって今考えて。怖い。じゃあ誰からもらおうかみたいな。このくらいの注射器あったんだけどこの間割っちゃったなみたいな。あったんだ。想像してました。でも実際ね、ここからチューってやってピッてやって書けばそれは本物なんですけど、確かに本物なんですよね。すごい裏の話すると YouTube の規約的にも出血は良くない。そうなんですね。逆に YouTube の規約がなかったらやってたのか。いや、わかんない。それはわかんないですけど。怖い。で今回も本物の血液に似せたものを作って、それが YouTube の規約的に大丈夫なのか。確かにそれはわかんないです。AI で判断してくれるのが。そこにも挑戦していこうかな。一回ちょっとうちで実験していこうかな。ということで、早速なんですけど、血液って作れるんですか？そうですね。血液ってほとんどもう 99% くらい水分なんですよね。水に1% くらい赤い色素が溶け込んでるんですけど、赤い色素って何かっていうとヘモグロビン聞きますよね。赤血球丸いくてポコってしてるやつ。そうそう。こうなんかよく図だとか赤血球バカみたいな。ここのチャンネルじゃ絶対やっちゃいけない。そう。あれなんですよ。あれが
であれが鉄なんですよね。鉄分が赤く見えてるんですね。で酸素と結合するとすごい鮮やかなこういう綺麗なね鮮血って言われる赤い。確かにこれは私んちで染めたもの。怖すぎんじゃあ書いとけついでにその間に。で逆に酸素が外れた鉄っていうのは静脈血っていう濃いなんですかね。薄黒い。そういう感じなんです。だから鉄に何かがくっつくこととか離れることによって色が変化したりするんですね。なんでちょっとできると思うのでほぼ同じ成分、そして色もできるだけリアルなやつ。なるほど。ちょっとやってみましょうか。ありがとうございます。この動画に本物の血液は登場しませんが、血液のような色の液体やこういった表現が苦手な方はご視聴をお控えください。またこちらの動画は科学×アートをテーマにした実験動画になります。決して血液を使って絵を描く行為を推奨する動画ではございませんので、絶対に本物の血液で真似はしないでください。お願いします。お願いします。はい。なんか思ってた色と全然違う。黄色ですね。そうですね。これが鉄なんですけど、塩化鉄って言って、鉄と塩の塩素ですね。鉄と塩が合体したようなもんですよね。これあれじゃないですか。お弁当の上に乗ってる。絶対乗せんなよ。危ない。ちょっとね食べたらどこかな。こっちがですね、チオシアン酸アンモニウムっていうやつですね。中国語みたいな。チオシアン酸アンモニウム。アンモニウムなんですね。そうですね。チオシアン酸ナトリウムとか、そういうのは結構現像液とか、まあいろんなところに使われたりとか。暗い部屋暗室とかでこう浸してるやつですか？そうですね。反応止める液とかに使われたりとか。まあ一日こういうものはこちらも安全なものですね。はい。これを混ぜると、まあ鉄が溶け出してイオンになって綺麗な鉄イオンの色、赤い色になるということですね。これが真っ赤になるんですか？そう。ちょっとだけやってみますか。はい。いいんですか？じゃあどっちかがどっちかに担当。じゃあどっち担当するんですか？チオシアン酸アンモニウム。じゃあ僕が塩化鉄。塩化鉄。塩化鉄。塩化鉄ちょっとこの辺出してもらって少し。出しすぎの守護者ゲンさん気をつけてね。ちょっとだけに。まあでも安い薬品なんでも。そうなんですね。このぐらいでもうちょっと出してみますか？あ、そんな感じで。そのスポイトで。はい。マジで怖い。絶対こぼさないで。怖い。だってちょっと今からここから血が発生しますね。いいですか？はい。心の準備とかなんか大丈夫ですか？世界の皆さん。いきます。はい。せーの。うわー！すごっ！マジで？すごっ！じわじわじわって。もっと言っていいんですか？どんどんいっちゃってもらって。うわー！すげえ！すごい！ちょっとめっちゃ濃い血液できましたね。健康な人だ。健康なのかなこれ。すごい。献血でこう取ったのがですね。入ってるやつこんな色してます。でしかもちょっと怪我した時とか出てるのってこっちの色って感じです。そうですね。なんでちょっと多分薄めでいくと。うわー、すごい。ゲイさん手慣れてる。もしかして一度人間を作ったことが多い。ちょっと何度かね作ろうとしたことは。勘のいいガキは私だ。勘のいいガキは嫌いだよ。すごい全然脱線するんですけど、元気さんでやりたいっていう企画リストが実はあったんです。市場に売ってる材料で人間作ってみたいな。おお。はい。モンクルス作れるのかな。なんか剥がれる。タンパク質何グラムなんちゃらかんちゃら何グラムだったりあれ混ぜて人間って作れるのかな。確かになんかいや僕も作ろうと思えば作れる。倫理的に確かにいろんなことがいろんなことがレベル高いらしい。国家錬金術師もやっぱ禁止されてるぐらい。確かにね。そうまだちょっとあれです。ちょっと人間作る以外にもこうなんか生物を違うものにするみたいなのが倫理的にちょっと。なるほどなるほど。例えば昔やろうと思ったのは花を光る花にしたいみたいな。はいはいはい。もう種を植えたらこう光る花が出てくる。作ろうと思えば作れるんだけど、やっぱいろんなところのなんですかね倫理委員会というか通して作っていいですかって許可得てやんなくちゃ、もしその種がどっか飛んでってそこで全部
ね、新しい植物出てたりするじゃないですか。そういうところの問題があって。そういうこともあるんだ、これね。そういうところやっぱ国家錬金術師が禁止されてるのはこういう理由が。そういう理由もあるんだ。アンダーテールでも光る花はそこにしか生えてなかったな。生態系崩しちゃいけない。いや、ごめんなさい、脱線しちゃいました。はい。いや、でもこれすごい。すごい。もうこの辺とかもめっちゃ。すごい鮮やか。ね。そう。これちょっとさ、水入れたらもうちょっと薄い本物の血みたいになる。ちょっと足してみますね。はい。すごい。すごい。見た感じ完全に何かここであった感じになりますね。なんか事件性がすごいですね。事件性。あ、今ここに水が。ああ、お水が。うわー。うわ赤い。すごい。YouTube さん大丈夫ですかこれ？これコーラですよ。はい。コーラなんで大丈夫です。真ん中とかすごいリアルな。すごい。そうですよね。はい。こう入れたらどうなる？逆に。これあれじゃあサスペンス映画の冒頭のさ、ちょこここだけ取っといたら冒頭だね。うわ、すごいいい色になってる。で、血で絵を描くって言いますよね。ちょっとじゃあこれシミしたらどうなるんですかね。ちょっと確かに吸い込んだら。もういいですか。すみません。あ、うわ鼻血出た人のやつだ。あ、そうだ。鼻血に詰めたやつだ。やだ。すごい。ちなみにもうこれって実際の血はここにあとどんな成分が？実際の血は他にちょっとタンパク質とか少し入ってる感じで、もうメインの血で絵を描こうみたいな感じでやっぱ色がポイントじゃないですか。なんでもうほぼ色としてはこれだけって感じですね。ありがとうございます。じゃあちょっとこれでなんか描いてやってみますか。はい、じゃあちょっとやらせていただきます。じゃあこちらでいきます。おお、うわすごっ。普通にかけのかけじゃん。この濃いめのやつもらおうかな。普通にかけてる。見て、大丈夫です。普通に水彩絵の具みたいにかけてる。色がついてる液体なんですね。やっぱりそうなってくると。そうですね。実際には鉄の色なんですけどね。わあ、すごすごのすごなんだけど。楽しい。楽しいとか言ってる。怖っ。わあ。めっちゃいい色。めっちゃいい色。めちゃめちゃいい色。色が濃いところと薄いところでなんか味がすごい。これはすごい。ね、実質これはもう血液でお絵描きしてると言っても元気さん的にこれは問題ないということで。そうですね。ちょっと実際の血液の絵を見たことないんで。確かにそうですよね。確かにですけど、ヨーロッパのさ、すごい昔の画家とかがさやってそうなんだよね。やってそうではある。もうこれしか俺の画材はねえんだみたいな。なんかそれをやっているアーティストがいそうな気はするんですけど。呪われた一般人がこれをやるにはやっぱこのぐらいが。そうですね。みんな絶対自分の血なんかでやらない。いや本当にこれは注意書きですけど。これも絶対に自分の血でやらないでください。本当に。楽しい。どうしよう。ここあれだから玄関のところで一生書き続ける意味わかんないから。書き始めたら急に僕たち2時間とか3時間書いちゃうんで。そうなんですね。もうここで出来上がりそうですね完全に。これは血でできたやつ。呪われしさやさんで。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこれじゃあちょっとだけこの薬品をいただいてもいいですか？そうですね。これ全然安全なものなので、持って帰っていただいて。何か使う時の注意点とかってありますか？そうですね。食べないでいただければ。ですよね。塩素も入ってますからね。わありがとうございます。すごいもの。でちなみに僕の方では血液じゃないです。ちょっと危ないやつで絵描くのをお願いしようかなと今度思ってるんですけど。全然まだそこの詳細を聞いてないから、どんな危ないのが来るんだろう。これだけでも十分危ないと思ってたんです。そう。なんなら逆にこれはそんなに危なくなかったから。そうですね。ちょっとイメージはね危ないですけどね。こっちはイメージじゃなくて本当に危ない。本当に危ない。やばいやつ。ちょっと僕のチャンネルでやってますので、ちょっとぜひ一緒に見ていただければと思います。概要欄に書いてあるので、夏目さんちが危ないものを使って専門家の監修のもとお願いします。よろしくお願いします。本日スペシャルゲストで元気さんに協力していただきました。元気さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで戻ってきました。そしてもらってきました。元気さん本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。
最後はこれでいつでもご自宅で血でかけますねっていうすごいにっこり爽やかな笑顔でおっしゃられてたんですが、ありがとうございます。じゃあもう早速ね、まあさすがにね元気さんのラボに一泊するわけにはいかないので、ちょっとこっちで書いていこうかなと思います。2泊も3泊もできちゃいますよ。めちゃくちゃ楽しかった、本当に。てか動画以外もねいろいろちょっと撮らせていただいて、元気さんの方でもうちの方でも撮らせていただいたので、まあちょっと今後ね出てくるのを楽しみにしていただければと思うんですが、まずはこれいきましょう。じゃあもう早速ちょっとおさらいで、まだ開けられない。怖い。開けてビビちゃんセラビパハッピーバースデートゥーユーみたいなことになっちゃいそう。すごい。何の躊躇もねいきます。うわそうなルルみたいにこんな感じ。うわ入った。こちらにせーの。うわやっぱ何度見ても衝撃的だわ。めちゃどす黒い濃いめちゃ濃いとやつと、まあ中くらいこんな感じでやっていきますか。じゃあやばペン入れも今回もちろん血でやりましょう。でもあくまでこちらは再現したものになりますので、もう何度も言いますが、これは実際の血に限りなく近いものであって、二次創作です。これは血ではあり血の二次創作って何ですかさあ行きましょう。書いていこう。早速別になんか悪いことしてるわけじゃないんだけど、なんか怖さが拭えない。めちゃめちゃなんかすごい良くないことをしている気持ちだよ。やっぱテーマは血ですか。わかんない。もうそれはもう好きでいいんじゃないですか、さやさんの。血といえばバンプレイ。かぶったね。安直だな俺たちって気が合う仲間だな。ディズニーだったらきっとこれ歌って踊ってるぜ。確かに。俺たち仲間だなパーンって始まる。さやさん今大きなデバフ背負ってんだから、今気をつけて。本当に傷ついてるんだよ。傷ついてんの？そうくるぶしがなんかね、そうマジで痛いんだよ。やめてよ。今消しカス飛んできてすごい傷ついたよ私。それも傷ついちゃった、傷ついちゃった。メンタルもやっちゃった今ね。昨日出かける時にさコンってさ思いっきりぶつけちゃってさ、何にもなってないの。なんかいつも書かない感じの子がいい。いつも書かない子がいいと思って書き始めるっていうのはまあでもいつもあることだよね。やめてよ。傷ついちゃったじゃん。傷ついちゃったんだ。割と本気で。いいね。いつも書かないよ。これいつも書かないよ。いつも書かない来ました。さあということでざっくりした書きができたので塗りますね。完全にモチーフはまあかぶるからもういっかっていうすごいなんかこうね雑。こんなにありきたりな題材かけることもないしね。いやそうだよ。今これでしょみたいなさ、なんかもうむしろ書かせてほしいね。今しか書けんみたいな。じゃあいきますか。いきますよ。じゃあ俺はもう大胆にいきます。見てじゃー。俺大胆かつ繊細にいっちゃうから。いきます。薄い全然大胆じゃない。薄い。すごいビビってる。なんかね、これこんなに色出ないんだ。確かに作れるんだね。血ってね。まあなんかこの実際こうさ人の中に流れる血ってなるとまた全然違うんだろうけどさ、まあね、実際の血の成分となるとほぼ生成できてるらしいので、これですごい怖。ちょっと黄色くなる感じも怖い。本当にトレトレの新鮮の血だったらもうちょっと赤くなるんじゃないかなって思う。トレトレの本当の人間だったらね。でもなんかさ消えてっちゃうんだけど、水に溶かすと。いやそうなんかそうちゃんと水に溶けてっちゃう感じがある、水に消えてっちゃうから、本当に濃いめにやらないと消えてってしまうから、なんか本当の吸血鬼みたいだよね。そういうこと本当にいるようで本当は見えないみたいな。ロマンチッ吸血鬼にロマン感じるのってやっぱり何なんだろうな。吸血鬼ってやっぱいんのかな。吸血鬼っているんじゃない。化け物だ、あいつは血を吸うぞっていうさ、その発想おもろくない？血を吸う発想ってどっから来たんだろうね。ねえ、これ最後色鉛筆で仕上げするのあり？らしい。お前血でしか描けない状況で色鉛筆があると思うな。確かに。そんなこと言ったらシャーペンもないんだけどよ。確かに許してほしい。その辺の木焼いたら鉛筆できるから許してよ。確かに。その濃いの俺も欲しいんだけど。どうぞ濃いの。すっごい匂いする。すっごい濃いやつ。そうマジで初めて会った人がカタツムリの殻を舐めるのが好きって自己紹介した時ぐらい濃い。濃すぎだろそれ。どういう人生を送ってきたんだそれが趣味になる瞬間を見てみたいよね。なんか水彩と違ってさ乾くのめっちゃ遅い。嘘。先輩新たな新発見。何？
一度塗ったところに乗らないかもしれない。マジ？乗りづらいっていうか、なんか弾いてるっていうか、いやなんかでもなんかさマットじゃない？終わった後の場所がね、なんか面白いよ。どう？ゲイさんのめっちゃ綺麗だね。すごいいい感じでめっちゃ綺麗に滲んだね。なんかしかも鼻血出てる感じで、なんか鼻のあたりがさ、なんかちょっと血が濃い感じでさ、私の壁にめっちゃ刺さったんだけど今。ほんとマジで鼻血フェチだと思うんだよね。すっごい我慢してる夏目さんちで。よくないじゃん、だって怪我してるなんて痛いじゃん。まあよくない。そうでも私本当にここで一言言わせてもらうわ。鼻血めっちゃ好き。語気強直接的に書くのはなと思って鼻血後ぐらいにしようかなと思ったんだけど、いやでもなんかさ、違う、直接的なんだけど、そこがなんかこうふわーって、なんか私雨に滲んでる鼻血めっちゃ好きなんだけど、わかる？なんかこう、待って、雨に滲んでるそう、鼻血、まずザーザー、ほら雨、そうですね、血糖がありますよいしょ、片っぽが倒れます、鼻血が、雨がそこにさ、鼻血じわ、ほら最高。ほらじゃないのこれがいいんだって。わかんないかな。いやめちゃめちゃ弾くが。わかる。何にも乗らないんだよ。ね、乗らないこともないんだけど、でもペン入れはできる。完全に独立してくれてるから、ペン入れがしやすくなった。乾かしたら一回。何これ？血じゃないんだけどさ、血だと思って書いてるからさ、ちょっとさ嫌なんだよ。いやそう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 、わかる。なんか生理的な嫌悪感がある。何か。ということで終わりました。血液95%はい95%で、はい、ほぼ血液で描いたイラストこちらです。せーの、ドン。できた。ゲイさんの雰囲気あるね。今回あんまりこう夏目さんちの動画で流血表現はあんまりしたくないから、いやそうだね、まあ書いたりはしてないんですけど、ちょっと今回は若干ね苦手な方いたら申し訳ないですけど、ちょっと口とか顔に血の表現があるんですが、いやこれは出てるんじゃなくてペロリしてる。まあそうペロリしてるんだよね。これはクラスに1人いたら嬉しい吸血鬼の女の子です。嬉しいかなもうなんかさ、こすられ続けてるけどなんかド定番じゃない？クラスに1人いるポジションの吸血鬼っぽい女の子ってめっちゃ好きなんだけど、教室の端っこでさ、いつも何考えてるかわからないおとなしそうな子がみたいなやつですか？でちなみに、吸血をするんだけど、人間からもするし出てくる怪からも吸血する。わかる？そういうあれね、なんか妖怪っていうか、そういう謎生き物がこう襲い来る世界で吸血鬼で、まあそのヴァンパイアとして、そのモンスターを退治したりね、モンスターっていうかまあ妖怪だったり怪だったり退治するんだけど、主人公の男の子の血が欲しいわけよ、この子は。血が欲しいから、まあ、血をよこしなさいってなるわけじゃない、ちょっとでいいからって言って、でそれでドキドキするのよ男の子。カプってやられるんだと思って、吸血鬼だからシュンピュンってこれなんか出てきた。そう吸血鬼が牙で噛んで血を吸うなんて、そんなの創作の中の世界のだけのことだよっていう首筋をねこう、そうクラスでちょっと気になってた可愛い子に血をあげるのやだな、でもちょっとドキドキするなって思ってるちょっと浅ましい主人公にシューンって何とも言えない触手が来てピシッて血管に刺してドクンってちょっと吸ってちょっとこの先からピューってそれで飲んだりするわけ。じゃあこれ主人公の血を飲んだ後かもしれないというワンシーン。全部倒し終わって血が足りなくなって主人公のもらったっていうかもしれないね。わかんないねどういうことか。まあでもこれはちょっといやすごいかっこいい。なんか全然ねやっぱね水彩できねえ、まあ水彩じゃないんだけどなんか違うんだけど、でもなんかやっぱ難しかったな。いやめっちゃいい感じだよ。でもさやのがなんかこう淡さというかこのボケ感がやっぱりいいな。にじみがむずいねやっぱり。なんかやっぱ思った通りににじんでくれないっていうのと、あといなくなっちゃう。ここ濃いめに塗ってお水でちょっとぼかしてみたいなイメージやるんだけど、お水入れると結構そうなんかね急に薄くなるんだよ。そうだからなんかその濃さのなんか塩梅みたいななんか全然絵の具の勝手が違くて、結構難しかったし、見てほらこの一応この子キョンシーなんだけど、そうだね、そうキョンシーの札書いたんだけどちゃんと消えた。いやでもなんかめちゃくちゃいいな。なんかこの主線が曖昧な感じがいいと思います。なんかねこれ本当はちゃんと描きたいんだけど、これドクロをかぶったタコなの。あ、そういうこと？そうキョンシーってほら死体なわけじゃん。まあそうだね、誰かの命令で動いてるね。そうでこのお札に自分を守れとか、まあそういうこうやってほしいことが書いてあるんだけど、こいつが本当は主なんだけど、タコがわけあって本当は人間なんだけどこの姿になっちゃって、そのせいでこのキョンシーにしたこの子がすごい自由になっちゃったみたいな。なるほどね。むしろ好きになっちゃった。ほら
首がすごいなんかハートのキューピッドの食らってるね。そうこれドクロダコとはいキョンシーのラブコメ独特やでもさわかんないこれさ、はい、同じ世界観かもよ。マジ？でもキョンシーもいれば吸血鬼もいるって。じゃあこっち吸血される側じゃん、世の中もう怪異大戦勃発よこれやばいろんなとこに怪異が潜んでてみたいな、話の中に出てくる吸血鬼ちゃんとキョンシーちゃんだ、いろいろ出てくるこれ。じゃあ吸血大戦にしようか。言いづら吸血回戦にしよう。パクリすぎだよちょっと色味的には、どちらかというとコーヒー族で。あ、そうだねコーヒー族って言うとあれだけど、コーヒーよりは描きやすいかな。あ、でもそうかも。コーヒーよりベタベタしない？あ、そうそうそう、いや分からん、乾いたらベタベタするかも。いやでもね、匂いはすごい。そうなの、ぶっちゃけちょっと深い。なんかね、すごい鉄臭い、そう、この部屋今すんごい鉄の匂いする。だから、まあ、でもこれで今皆さんからねリクエストを多々いただいてた、まあ、実際の血液描くと多分取れたての血液だったら赤くなる気がするんだよね。あ、まあね、まあなるべく近い成分で描いてみたということでこんな感じになりました、皆さんいかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。長年リクエストいただいてたのでついに。そうだよ。でも夏目さんって実際で血液でお絵描きしてみたね、涙という形でやっては、そうだね、一回ね実質血液と同じ成分ということで、てなわけで今回はこちらで血液とさせていただいて、元気さんのおかげでこんな絵が描けました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ということで元気さんのチャンネルでも夏目さんちとんでもないことさせられてますので、本当に本当に怖かった。32年の人生でこんなに怖いことない。なかなかないよ。夏目さんち史上一番拷問されてるかもしれない。確かに。本当の意味で拷問されてるからマジで見てほしい。見てほしい。ぜひ皆さん元気さんのチャンネルの方でも動画もよろしくお願いします。よろしくお願いします。これ再三言いますが、絶対に血液では描かないでください。はい、これは血液みたいなもので描いてるだけで、そういうことです。絶対に真似しないでください。真似する場合は理科の先生か元気さんに言ってください。でもこれを機会に理科に興味を持ってる。そうだね、科学とかね、そういうことも叶えられちゃうんだ。いや本当に今まで絶対血液で描くなんて危ないと思ってたけど、似たようなことができちゃうとね。いやもう科学ってすげえなと。やっぱ科学の力ってすげえ。やはりおじさんに始まりおじさんに終わる。いや本当おじさんは正しかった。正しかった。とりあえずこれは鉄臭いのでもうちょっと乾かしていきたいと思います。触らないように気をつけましょう。